毎日お仕事お疲れ様でございます。ゆうちーチャンネルのゆうと申します。このチャンネルはですね、レクサス NX を中心としたカーライフ関連のラジオ動画をどこよりもゆるーく配信しております。よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。今回の動画はですね、NX スエード化計画第1弾ということで、まずはですね、Windows スイッチ周りを DIY でスエード化してみようと思いましたので、ちょっとやってみました。やってみるとですね、意外と簡単にできてしまいましたので、興味のある方はですね、一度トライしてみてもいいかもしれないです。結構見た目の印象も変わりますし、雰囲気が変わって僕的にはおすすめでございます。使用したスエードはですね、今回オートマックス泉さんのアルカンターラ調スエードシートを購入してやってみました。とってもね、安いのに、肌触りも良くね、それなりに見栄えもいいですので、コスパ良きかなと思います。だいたいですね、40センチ ×1 メートルで、2000円ぐらいなので、かなりね、スウェードシートの部類としては安い方じゃないのかなと思います。貼るときはですね、ドライヤーで温めながら貼ると比較的伸びも良くてですね、貼りやすかったです。概要欄にリンク貼っておきますので、よかったらチェックしてみてくださいね。泉さんではですね、スウェードのサンプルだけも売ってますので、まずはサンプルを取り寄せてみてですね、自分の理想とする生地の色味を確認してから、再度発注をかけた方がいいかなと思います。それでは、施工後の感じはこんな感じになりました。どうですか？個人的にはですね、結構いい仕上がりになったんじゃないかなと思ってます。E ラッチのところはですね、毎回手を触れるところですので、ここがやっぱりスウェード生地になるだけでも結構満足度はね、高いんじゃないかなと思ってます。高級感もそれなりに出ますしね。少しはですね、LBX の E ラッチの部分の質感に近づいたのかなと思ってます。今回はですね、ちょっと作業に没頭するあまり、作業時の様子なんかを動画で撮影するのをできなかったので、簡単な写真とね、完成後の動画しか撮ってないんで、分かりづらいと思うんですけど、まずはですね、ウィンドウパネルの下側に内張り剥がしを差し込んで、爪をどんどんパキパキと外していく形になります。少しずつゆっくりやるだけでパキパキと上にね外れていきますので、結構簡単かなと思います。でパネルが浮いてきたら鉱石の方向に、引きながらちょっと持ち上げるみたいな、そんな感じだと、すんなり外れると思います。あとはですね、配線のカプラーがついてますので、カプラーを2つ外してスイッチ類をカバーから外すだけとなります。そのスイッチはですね、爪で、何箇所か爪で止まってますので、その爪をね、外してあげるとポコッと取れますので。で、必要な道具はですね、ハサミですとかカッター、ドライヤー、内張り剥がし。大まかなのはこれぐらいですので、本当に誰でもね、すぐに取り組みやすいんじゃないのかなと思います。なんて言ったってですね、超絶不器用で有名な僕でさえこれだけできたわけですからね。大抵の人はできるんじゃないですかね。で、スイッチ類4箇所、運転席、助手席、後席2箇所。で、だいたい2時間もあれば終わると思いますので、手先がね、器用な方であればもっともっと早く終わっちゃうかなと思います。で、施工してて気づいたんですけど、スイッチ周りにスウェードを貼っていくときは、結構ね、ギリギリを攻めてしっかり貼っていかないと、やっぱ最後にそのスイッチ類とそのパネルをグッとはめ込んだときに、ウィンドウボタンにスウェードの生地がやっぱちょっと干渉してしまって、スイッチをね、ウィンドウのスイッチを押すときに少し硬い感じになってしまうことがあったので、多分ですね、通常のカッティングシートとかだったらまだ薄いので、そこまでね、干渉する心配ないと思うんですけど、やっぱりスウェード生地のカッティングシートですので、若干その分厚みがあるんですよね。なので、ボタンとね、擦れちゃってるんだと思います。特にね、運転席ボタンはボタンスイッチ類も多いですので、そのあたりはね、ちょっと慎重にやった方がいいかなと思います。施工した後にですね、まだスウェードの生地が若干余ってましたので、グローブボックス横の樹脂パーツもついでにスウェード化してみました。樹脂部をね、スウェード化するだけでも、だいぶね、高級感出ますね。
今後はですね、置くだけ充電周りですとか、ドリンクホルダー周りなども、スエード化する予定でいますので、気になる方はですね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけたらなと思います。アンビエントライトのね、増設なんかもね、やってみたいなっていう気持ちがありますので、そちらもね、おいおいやっていこうかなと思ってます。で、業者にお願いするとですね、きっとこれだけで数万円とかかかると思うんですけど、今回ね、DIY でやりましたので、材料費はね、ほんと2000円前後で済むのは、本当にね、お財布に優しくてね、ありがたい限りでしたね。業者に頼むとね、プロの質感でね、しっかり施工していただけるとは思うんですけど、十分ね、DIY でも質の高い仕上がりにはなったのかなと思ってますので、個人的には十分満足してます。で、妻にね、見てもらったところ、妻もね、あ、良くなったじゃんっていう形でね、好評だったのでね、良かったかなと思います。ということでですね、今回は NX スエード化計画第1弾ということでお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がですね、参考になったよと思ってくださった方、ぜひグッドボタンで応援してください。お願いします。それでは今回はこの辺で失礼させていただきます。ではでは、さようなら。